これは普通の焼きそばじゃない。極上店レベルの焼きそばが自宅で作れるなんて。安い材料で日本一おいしい店の焼きそばに迫れるのでは？今日は今海外でも大人気の焼きそばを作っていきましょう。パラグアイにいた時もレシピを紹介しましたが、今日は少人数分一工夫入れたとってもおいしい焼きそばです。今までとは次元の違った超おいしい焼きそばができましたので、どうぞ最後までご覧くださいね。焼きそばソース、キャベツ、もやし、人参、豚肉、これも安くなってましたね。そして焼きそばとして売られてるのを買うとこれで200円ぐらいするんですけど、これはラーメン用の中華そば使いますので半分ぐらいの値段で100円ぐらいで使えちゃいます。その代わり焼きそばソースの粉が入ってないですね。でもこれでこっちのソース使うなら十分です。各材料の分量の目安は概要欄に記しておきますので参考にしてくださいね。麺を茹でるのにお湯を沸かします。じゃあ野菜切っていきましょう。キャベツ、これ日本やアジアの国では薄切り肉普通に売っているんですけど、南米などでは難しいんですね。よく切れる包丁で薄く切って使ったり、アジア食料店で入手したりしていました。手に入らなかったら豚でも牛でも良いのでバラ肉の塊買ってきて包丁で好きなように刻んで使ってください。はい、お湯が沸いてます。麺入れていきます。3玉入れます。はい、お湯を切ります。油を敷いてお肉を炒めていきます。キャベツも入れます。人参も入れます。キャベツがしんなりしてきたらもやし1つかみ入れます。はい、ここに麺を入れます。焼きそばソース投入。焼きそばソースはお好み焼きと違ってあまり甘ったるいとダメなんです。だからといって濃厚な焼きそばにしたいと入れすぎるとしょっぱくなるので注意。それはソースの量で調整するんじゃなくて、後でやりますけど一工夫することで深みのある味になります。
こに胡椒をかけて出来上がり。火止めます。焼きそばのせます。はい、焼きそばの完成です。はい、これでも十分焼きそば美味しいんですけど、今日はちょっと一工夫、美味しい焼きそば一工夫入れます。それはここにホルモンのトッピングで味がどう変わるかですね。ホルモン焼きそばというと鳥取が有名らしいのですが、そうではなく神奈川か静岡あたりだったような記憶で、以前ホルモンが乗せられた焼きそばが大人気ということで見たことがあります。とっても美味しそうで、一度真似して作ってみたいと思っていたので、今日は自分なりに挑戦してみます。土手焼きを作る要領でホルモンなら何でも良いのですが、今日はスーパーで見つけたコリコリした食感の豚の小袋を使いたいと思います。文化によって食べられないものもあるでしょうから、豚でも牛でもどちらでも良いです。ハラミや筋、土手焼きにするにはその時手に入るもの、安いもの、食べたいものを自由に使ってください。味噌を使うことで濃厚な焼きそばになります。そのため元の焼きそばは塩を入れないのはもちろん、くれぐれもソースを入れすぎないように若干薄めに作っておきます。味噌、八丁味噌が欲しかったんですけどなかったので、岩泉の味噌、一番これが濃くて近いかなと思ってこれ買ってきました。みりんや砂糖使います。生姜も使います。はい、豚の小袋、支給ですね。これが安くなってたので買ってきました。250円のが 20% 引きで199円、130g 入ってます。これを下処理していきます。1頭から 70g しか取れない希少部位ですね。胃袋とかでもいいんですけどね。いいのとか。塩でちょっと揉んでもいいんですけど、このままでも大丈夫です。じゃあこれをボイルして下処理しましょう。はい。入れます。で5分ほど煮ます。アクすくって取るのもいいんですけども、一回捨てましょうかね。一度捨てます。またお湯入れて一回よく洗います。でこれを再び煮ます。はい、そしたらこれを一回お湯を捨てて合わせていきます。火をつけてみりん、味噌、砂糖、よく溶かして
豚の小袋。生姜入れます。はい、ここにコップ1杯のお湯を入れます。でこれで煮詰めていきます。はい、これを乗っけます。食べてみましょう。すごい。最高。コリコリおいしい。テーブル胡椒かけて、お好みで青のり。そういえばパラグアイで青のり入手できなかった時は人参の葉っぱを刻んで乾燥させて使ってましたが、それはそれで美味しかったですね。で生姜をのせましょう。はい、美味しそうでしょう。いかがでしたか？一工夫入れることで自分好みの美味しい焼きそばの出来上がり。皆さんも作ってぜひ感想など教えてくださいね。9時から美味しい情報を発信する昭和レシピチャンネル。登録と評価、コメントよろしくお願いいたします。モバイルからご覧の方はハイプもご協力よろしくお願いいたします。9時の奇跡の生態院マッサージオリエンタルへもどうぞお立ち寄りくださいね。んでや、まだナス、ノス、ベモス。チャウチャウ。